どうもこんにちは。今回は、本チャンネルの本題であり、黄金のコード進行である、ジャストザプーオブアス進行、通称マルサ進行に関するお話です。皆さん、K-POP は聞きますか？今や日本のみならず、世界を圧巻している勢いの K-POP は、2023年のビルボードホット100にも多くの楽曲がランクインしています。K-POP に疎い私の耳にも、サブスクのおすすめで自然と K-POP の楽曲が入ってきます。そこでふと気づきました。K-POP te Marisa 5 o suji jane? 印象だけで判断するのは良くないので、K-POP の人気曲を2000年から2023年までの23年間分聞いて、いつから、なぜ、どのようにして K-POP がマルサ進行を定着させていったかについて推測したいと思います。今回の解説動画では、マルサ進行が何なのかご存知の前提で話を進めてまいりますので、マルサ進行ってなんやねんこら、という方は、スワイプして動画を消してもらうか、過去のこのような動画を先にご覧いただくと、より楽しめるのではないかと思います。ということでよろしくお願いいたします。まずは、簡単にマルサ進行についての基本的なおさらいを1分くらいで行いたいと思います。言いやすいのでマルサ進行と表記していますが、正確にはジャストザプーオブアス進行。この呼び名の由来は、1980年にグローバー・ワシントン・ジュニアという、ジャズのサックス奏者が作った、ジャスト・ザ・プー・オブ・アスという楽曲から取られており、大人でおしゃれなコード進行であることから90年代頃から日本でも積極的に使われるようになり、その象徴的存在が、椎名林檎の楽曲、丸の内サディスティックであったことから、いつしかマルサ進行と呼ばれるようになりました。ドレミファソラシドの音階を数字で置き換えた際、4、3、6、1の順番で進行するこのコード進行は、適当に弾くだけでもなんか名曲っぽい感じになるため、日本ではアーティストのデビュー曲に用いられがちだったり、独特のエモさとおしゃれさを兼ね備えているため、ボカロ系の楽曲にも多々利用されています。一方、乱用するとまあまあ飽きてしまうため、アルバム収録などの際、アーティストサイドでマルサ進行曲を入れすぎないように配慮されてそうな雰囲気すらあります。また、いくつか派生系のマルサ進行も確認されており、プロデューサーやアーティスト側では、この進行をどう要所で使っていくか、という点は、作曲家の腕の見せ所さんでもあり、ある種の魔力を秘めた諸刃のコード進行とも言えます。ここまでが、マルサ進行のざっくり解説となります。続いては、現在の K-POP シーンでいかにマルサ進行が多いか、具体的な事例を交えてお話ししたいと思います。まずはこちらをご覧ください。2023年の K-POP を総括する、Apple Music のプレイリストです。今回、この Apple のヒット曲を、年間で売れた曲、と仮定し、これらのヒットリストの中に、マルサ進行曲がどのくらいあるかを見ていきたいと思います。本当は韓国のヒットランキングを調べたかったのですが、過去のアーカイブがないのでこうなりました。2023年は、この50曲のプレイリストのうち、マルサ進行曲は調べたところ6曲ありました。全体の 12% というわけですが、これだけだと多いか少ないかがわからないため、基準の参考として、2000年の K-POP ヒッツを、また、2023年の J-POP を比較用に調べてみました。まず、2023年の日本の J-POP ヒッツ内のマルサ曲の含有数は5曲、割合にして 10% でした。そして、2000年の K-POP のマルサ曲含有数はというと、0です。参考までに、J-POP の2000年のヒット曲のプレイリストでの含有数は、1曲だけですがありました。さらに、J-POP でのマルサ進行の含有推で言うと、このような感じになっており、東日本大震災の影響で、楽曲のリリース自体が少なくなった2011年を除いては、波はあるものの、比較的安定した推移で一定数、マルサ進行曲が使われていることがわかります。では、K-POP では2000年は皆無だったマルサ進行曲は、いつから現在のように爆裂に増えていったのでしょうか？そんなマルサ進行曲の増加の原因を、2000年から2023年までの K-POP 史と、年次のヒットチャートに入ったマルサ進行曲とともに、簡単に振り返っていきましょう。まずは2000年前半、この頃はマルサ進行の曲は皆無です。ヒット曲の全体的なトレンドとしては、スローなバラードのような、歌謡曲のような曲が、ヒットチャートの大半を占めており、歌謡曲っぽい曲は、かつて韓国で流行っていた演歌的な存在、トロットというジャンルが、ブラッシュアップされ派生していった、という説があります。また、日本の J-POP のハングルカバー曲もヒットの上位に入ることもあり、ミーシャの包み込むように、や、中島美嘉の雪の花、などが、この時期にカバーされ、ヒットとなっています。こういった背景から、当時、日本のポップスが、そこそこ韓国で流通していたと考えられるため、韓国のポップスの楽曲制作において、J-POP からも少なからず影響が、あったのではないかと考えられます。ただ、当時からラップは盛んで、ニュージャックスウィングのような曲や、ユーロビートやテクノのような楽曲もちらほら見かけます。理由をもし知っている方がいればコメント欄にて教えてください。そのような K-POP の2000年代ですが、2007年に、後の韓国の音楽勢力図を塗り替える、あるグループがデビューします。そのグループとは、少女時代。同社の厳しいオーディションから選抜された、生え抜きのエリートである彼女たちは、デビュー時から韓国国外でのヒットを視野に入れた戦略でデザインされていました。
そして強豪のアイドルたちも次々と登場してきました。いわゆる、現在の K-POP の原型の確立です。K-POP アイドル界では当時、エレクトロニックなサウンドや、フックソングの多様がトレンドとなっており、それに伴い、なぜかマルサ進行曲もじわじわと増えてきました。また韓国では戦術の通り、ヒップホップも古くから定着していたこともあり、K-POP アイドルがヒラップ的な要素を強めた反動か、ヒップホップアーティストによるラップ曲がヒットチャートに名を連ねるようになりました。日本では、ヒットするラップソングは、ポップスの要素を許容した、マイルドなラップが多いですが、韓国では、結構ゴリゴリのラップでも人気になるようですね。そして、2010年代中盤からラップとアイドルが再び合流します。そのきっかけの一つとして考えられるのはオーディション番組です。2006年にアメリカで始まった、伝説的なオーディション番組、ゴットタレントのアイデアを、いち早く韓国では取り入れ、2009年に、スーパースター K という番組が音楽専門チャンネルで放送されました。その流れを組み、地上波で K-POP スターというオーディション番組が2011年にスタート。韓国の三大事務所同士で戦うという点、また、オーディションは韓国国内だけでなく、世界中から募るという点から、世界から優秀な人材を集め、再び世界でデビューさせるという、壮大な構想をもとに作られた番組でした。このようなバックボーンから、韓国生まれ韓国育ち以外のアーティストが輩出されたこと、また、スーパースター系をきっかけに、他のオーディション番組が生まれたり、今まで以上にグローバルなアーティストや楽曲の輩出が加速しました。さらに、この頃の韓国のオーディション番組とラップを語る上で欠かせない要素として、2012年に始まったオーディション番組、Show Me the Moneyが挙げられます。2021年まで放送された、アイドルオーディション形式でラッパーを育てるこの番組は、参加者に楽曲提供を行うプロデューサーにもフォーカスが当たる、副次的効果を巻き上げながら、韓国にヒップホップブームを巻き起こし、オーディション参加者も、アイドル出身者が普通にいたりしました。余談ですが、最近では当たり前になってきていますが、アイドルのような見た目でゴリゴリにラップする、従来の b ボーイとは少しスタンスの違う新しいスタイルのラッパーは、このようなオーディション番組の影響もあったのではないかなと思います。そんな背景もあり、すっかりクラブ付いた K-POP シーンですが、2015年頃から爆発的にマルサ進行が急増します。2015年は K-POP の売り上げ自体は前年を下回るものの楽曲のリリース自体は盛んで、今でも活躍する、第3世代と呼ばれるヒットチャートを賑わすグループが多数デビューします。特にラップアイドル、アイコンのデビューシングルは韓国の8つの音楽ランキングで1位を獲得しました。この頃から、音楽サブスクサービスの普及が進んだことで K-POP の世界進出がさらに加速。2018年には BTS や TWICE の世界的ヒットの影響もあり、減少傾向にあった音楽売り上げが反転しました。いわゆる、K-POP ブームの始まりです。この動画を投稿した2024年現在、依然ブームが続いていますが、海を越えて、これだけの期間でヒットが続いているのは、正直、異常事態だと言えます。日本でも、海外で人気を発したアーティストは存在しますが、持続的な J-POP ブームになっていないのは、単発での成功例に止まっているためでしょう。では、なぜ K-POP は、継続的なヒットを繰り返し、ブームにまで昇華できたのでしょうか？その理由の一要素として、国からの強力なバックアップはあるでしょう。ご存知の方も多いかとは思いますが、韓国は、通称、K-POP 予算という文化支援予算を持っており、年々増加の一途をたどっています。その規模は、近年では3兆ウォンとなる予算規模です。乱暴な比較ですが、K-POP の配信アルバムの売り上げと、K-POP 予算の増加は比例関係にあります。ちなみに、日本でも文化支援予算は1000億円ほどありますが、国家予算比で言うと7倍くらいの差があるほか、日本では音楽に注力した予算振りはしておらず、グローバル展開のための予算は、実質10億円強くらいです。そんな桁違いの予算は、広告費に使ったり、ファンドを作ったり、国際展示会などに出展したりするなど、多岐にわたります。ただ、国はコンテンツは作れず、コンテンツを作る会社の支援しかできないので、韓国の事務所御三家と言われる YG エンターテインメント、SM エンターテインメント、JYP エンターテインメント、たちをはじめとする企業努力が中心であることには違いありません。また、近年は御三家に加え、BTS や Tomorrow x Together を要するレーベル、HYBE含め、韓国のレーベル四天王と呼ばれているようです。そんな企業努力の甲斐あってか、2018年頃から、K-POP 楽曲の、米国ビルボードチャートへの、トップ100へのランクイン数が徐々に増えてきています。2010年代前半は、カンナムスタイルで名を馳せた際のみのランクインでしたが、2018年あたりを皮切りに、ビルボードホット100へのランクイン曲が多数登場。内訳を見てみると、圧倒的に BTS 勢が強く、2021年頃までは、ほぼ BTS が独占。2022年以降も BTS からソロで活動しているジョングクやジミン、J-HOPE といったソロアーティストが、たびたびランクインしているほか、ニュージーンズなどの K-POP 第4世代と呼ばれる、新しい世代のアーティストもチャートインしています。海外ウィキペディア情報なので、間
違っていたらごめんなさい。そんなこんなで、23年間の K-POP ヒットとその歴史を爆速で駆け抜けたところで、K-POP のマルサ進行曲の推移をまとめると、こんな感じになりました。何はあれど、右肩上がりに増えていっていることがわかります。iTunes のヒット曲リスト内の、マルサ進行曲の含有率の日韓を比較してみると、こんな感じです。2010年くらいまでは、日本の楽曲のマルサ進行含有率が韓国よりも高いことがわかりますが、2015年以降、完全に K-POP が逆転しています。このように、マルサ進行が劇的に増えた理由ですが、先ほどの K-POP 誌の振り返りで、ある程度答えが出ており、一言で言うと、K-POP のヒットに伴いリリースされる楽曲の母数が増えたから、のではないかと思います。海外展開を意識し、マルサ進行がヒットしやすい日本をピンポイントで狙ったから、という理由も否定できませんが、K-POP の輸出市場における日本の割合は徐々に減少してきており、先ほどの経緯を鑑みると、各レーベルがアーティストを成功させるために楽曲研究を行い、しのぎを削り合った競争の結果、勝手に増えていった、と考えた方が自然そうです。K-POP の年間楽曲数がどのくらいなのかを確認する術がないため、残念ながら想像になってしまいますが、アルバムの売り上げと連動して、楽曲リリースの母数も増えているのではないかと思います。最後に面白い話として、実はジャストザブオブアス進行、マルサ進行という言葉は、日本でしか言語化されておらず、韓国をはじめとした海外では、名前がついていません。世界共通である、コードをローマ数字に置き換えた時のマルサ進行、4361進行で調べてもヒットしません。J-POP の王道的進行である、4536進行は、日本でよく使われる、という注釈付きで認知されていたり、韓国ではカノン進行に近いコード進行を、マネーコード、と呼ぶなど、別の進行に代名詞はついています。つまり、マルサ進行という概念がないので、狙ってマルサ進行を作れない、とも考えられます。もちろん、作曲家が日本で売れるコード進行を分析して楽曲制作を行っている、という可能性は十分あり得ますが。ということで、ジャンル分類大好きな日本人の得意性が垣間見えたところで、今回の動画は終わりです。このチャンネルでは、そんな日本人が大好きなマルサ進行だけで構成された DJ ミックスやマッシュアップを、大量に作っているほか、今回のような、音楽のミーム的な歴史を掘り下げる解説動画を作っていたりします。ちょっと気になったら、気になってください。それでは、また別の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。